陸地から3キロも離れた海のど真ん中に浮かぶ巨大な人工島。建設費はなんと関西国際空港の5分の1。24時間眠ることなく稼働し、2027年には滑走路巨大化計画があり、アジアから世界へと物流ルートを爆発的に拡大。さらには自衛隊の戦闘機まで飛来します。今、とんでもない勢いで進化を続けているこの空港。一体どこかわかりますか？そう、北九州空港なんです。まずはなぜこの空港が海のど真ん中にあるのか紐解いていきましょう。かつて北九州空港は1944年に建設された今より4キロほど陸地にある旧日本陸軍の飛行場が始まりでした。しかし滑走路が1600メートルと短く、三方を山に囲まれ濃霧で欠航が相次ぐ上、周辺の騒音問題から滑走路を伸ばすこともできないという非常に窮屈な状態だったんです。そこでこれらの問題を一気に解決し、九州全域の物流拠点を作るという大きな狙いのもと選ばれたのが、陸地から3キロ離れた周防灘の海上でした。こうして2006年3月、福岡空港の弱点である門限をカバーする次世代のインフラとして新たに生まれ変わったというわけなんですね。そして開港から時を経た2023年12月、この空港でついに巨大プロジェクトの工事がスタートしました。それが2027年供用開始予定の滑走路3000メートル化です。あと500メートル滑走路が伸びれば新たな投資を呼び込む、まさに国家的なインフラ投資となります。実はすでに2024年に入り、オランダから過去最大規模となる約180トンもの巨大な半導体製造装置が直接運び込まれるなど、世界を巻き込む動きが本格的に始まっています。海上にこれほど巨大な島を作るとなれば、当然とんでもない建築費がかかるはずですね。例えば同じ海上空港である関西国際空港の建設費は一期工事だけでもおよそ1兆5000億円と言われています。しかし驚くべきことに北九州空港の建設費はそのわずか5分の1、約3000億円に抑えられているんですね。海の上に作っているのになぜこれほどまでのコストダウンが可能だったんでしょうか。その秘密はこの島を形作っている土砂にあります。北九州のすぐそばには関門海峡があります。ここは放っておくと海底にどんどん砂が溜まり、船がそこを吸ってしまうために常に海底の邪魔な砂を掘り出し続けなければなりません。本来なら捨てる場所に困るこの厄介な砂を、なんと北九州空港の埋め立てにそのまま再利用したんですね。さらに建設場所に周防灘が選ばれたのにも明確な理由があります。この周辺は水深わずか5メートルから7メートルと非常に浅く、埋め立てに必要な土砂の量を劇的に抑えられる場所であることを徹底的に計算し尽くされていたんです。海の底に溜まった邪魔な砂を再利用し、最も効率よく人工島を造成できる場所をピンポイントで狙う。まさに驚異的なコストカットができた空港だったわけなんですね。そして海のど真ん中にある最大のメリット、それは24時間運用ということです。まずはパイロット目線で語らずにはいられない非常にマニアックな特徴がある空港なんです。実は北九州空港の管制圏はすぐ近くの航空自衛隊追記基地と管制圏が隣り合っています。そのため民間機が着陸に向けて降下していく際、アプローチの移動は国土交通省ではなく、なんと自衛隊のレーダー管制官から直接指示を受けています。これは全国的にも非常に珍しい環境になっています。また、
侵入経路は基本的に完全に海の上なので、山や高層ビルといった障害物はありません。パイロットにとっても門限が存在しないために、出発地の天候不良や機材トラブルで離陸が遅れた場合でも引き返さなければならないという問題が減ります。しかし海上空港とはいえ、北九州は騒音問題にものすごく気を使っている空港なんです。本来パイロットにとって一番楽なのは、電波に乗って縦横方向のガイダンスをもとに精密進入する ILS というアプローチを使うんですが、これを使うとどうしても陸地の近くを低空で飛ぶアプローチになってしまうんですね。なので天気が良くて視界が開けているときは、自分で高度を管理し電波を利用して滑走路へ向かう非精密進入 VOR アプローチを行います。このマニュアル操縦が求められる VOR アプローチで、陸地を避けて海から回り込むようなルートを飛ぶんですね。ですが、雨や霧で視界が悪いシビアな天候の時だけ ILS を使って一直線に降下する安全を優先した着陸方式になります。天候に応じてアプローチ方式を使い分けて騒音を極限まで減らした運航をしているということになります。そして実はもう一つ大きな役割があります。航空自衛隊の戦闘機によるタッチ&ゴーと呼ばれる訓練が行われています。なぜ民間空港で戦闘機が訓練をするのでしょうか。実は北九州空港は有事や大規模災害の際、自衛隊や海上保安庁が円滑に利用できるよう国から指定された特定利用空港の一つなんです。万が一の事態で自衛隊の専用基地が使えなくなった場合、日本各地の民間空港を使って部隊を分散させ、機能を維持しなければなりません。その緊急時に対応できるよう、平時のうちから周辺の地形や侵入ルートを実際に飛び、訓練しておく必要があるんですね。海上にあるこの強靭な24時間空港という圧倒的な強みに加え、日本の安全を支える重要なバックアップ拠点としての役割も担っているというわけです。最後に北九州空港の魅力を少し紹介しましょう。私も実際に暮らしていた時期もあるんですけど、海が近いので美味しいものがたくさんあるんですよね。空港内にある天狗スカイラウンジは展望デッキのすぐそばにあって、飛行機の離着陸を眺めながら食事を楽しむことができます。空のカレーや焼きカレーというね、人気メニューもありますし、大変魅力的なスポットだと思います。いかがだったでしょうか。今後もこのような皆さんに知ってほしい航空知識、そして空港情報をパイロット目線で発信していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では失礼いたします。